終止符を打とう。どうもこんばんは。崩壊するイズマとホッケの堂でございます。企画が帰ってまいりました。ロボットにはいろんなパーツがあると思うんですね。このブリングを撮ってる時、前回の映像が流れるかどうかが正直微妙なんですけど、前回ミドレのためきが赤いきつでちょっとやりました。放送されてなかったら非常にどうしようもない映像だったっていうことなんですけども、頑張ったんだよね。頑張ったんですよ。相当頑張ったんですよ、いろいろ。なんだけど、ちょっと分かりました、あれで。テーマが悪い。ちょっと食べ物って難しいかもしれないね。だって俺、赤きつね好きだし。俺別に緑の種食うし。なので、ちょっとテーマがあれかなということで、我々話し合いました、あれから。その魅力を語り合わないかっていう感じですね。3分間。私、どちらの思い入れと言いますか。共感できますかっていった形で皆さんにお届けできたらいいなと思っております。今回のテーマはドラクエか FF か。はい、これですよ。これもう熱いね。熱いです。まあこれ前提としてお互いドラクエも FF もやったことありますね。もちろん。私もでどちらも私は大好きです。なんですけど、まあどっちかといったらっていうことで話し合った結果、お前はFF 派ですね。私がドラクエ派でございます。こいつちょっとね、ゲームの運営やってるから結構ゲーマーなんですけど、私あんまゲームやらないもんで、おじさんだしね。おじさんなんですよ。ファミコン世代やファミコン世代なんで、ドラクエといっても、できれば3までで、3の中で思い入れをたっぷり込めて、もちろんその後のもちょっとやったことあるんですけど、おじさん忙しくってなかなかできないっていうことでね。とりあえずはそれでちょっと、どちらの言い分が非常に熱がこもっててよかったか。熱っぽくね。そう語れるかつの3分間で勝負してみたいと思います。それでは、やってみましょう。はい、それではドラクエ派ということで、はい、どうですか。ちょっとね、おこがましいとは思っております。そこまでゲーマーの方でもないので、ただまあドラゴンクエスト3までに関してはやはり私はオリジナル世代ですから、発売した当初から持っておりましたし楽しんでおりましたので、3までだったら結構語れるんじゃないかなと思って、ちょっとそこを見てもらえたらいいなと思います。細かなゲームシステムとか随分昔だからな。ただまああれは感動の物語でしょうということで、今回ちょっと聞いていただけたらいいなと思っております。よろしくお願いします。はい、というわけで、はい、どうですか、話すに至って。いやー、3分でしょ。これね、足らないかもしれないね。なるほど、語りきれない。もちろんもちろん。ちなみに、三川野君は FF のどれがあるんですか。どれが一応10までは全部知ってる。10作って10作やってる。あと12だか13だかやったの。その中からということではなく全体の感じですか、お話は。そうですね。意気込みを語っていただいて。これなかなか難しい論争なんですけど、精一杯アピールしますよ。結構ガチですね。はい、もちろんファイナルファンタジーも素晴らしい物語なんですけど、私はやっぱドラゴンクエスト。まず第一にロールプレイングのそうですよね、もちろん同時期に出たわけじゃないというのでちょっとスペックは落ちるんですよね。ファイナルファンタジー1とドラゴンクエスト1を比べた時に、やはり一番最初にできたものだから動きとかも全然あれですし、なんだけどこれちょっと一つだけ有名な話で、ドラゴンクエスト1をやってくれた方も知ってると思うんですけど、あの物語って今の携帯の待ち受け画像1枚分のデータ量であの物語を作ったんですよ。これが要するに物に言う堀井雄二、杉山浩一、あの辺の方々の企業努力というか、携帯の画面1枚分ですよ。それであれだけ最後までのどんでん返しを作りっていうことができたっていうのが、まずそれがすごいっていうのがあります。そしてこれ音楽の部分、俺ちょっとワンの方が多いですね。音楽の部分ですけど、杉山浩一さん、亡くなられてしまいましたけど、あの音楽は単音で和音を表してるみたいな音楽を作った。しかもドラゴンクエストっていう物語に対してクラシックを当てはめたっていう、これが意外だったそうですね。実際その堀井雄一さんとかのインタビューなんかだからやっぱそれだけ壮大な物語を本当に少ない手数でどれだけ高級なものにしようかっていう、これはすごいことかなと思
2分経過。あとまあこのロトの伝説3部作と言われておりますけれども、こちらが3になるとアレフガルドの謎が解けるわけです。これちょっとやってない方もいるかもしれない、やってない人いるのかなっていうぐらいの話なんですけど、この謎もこれは本当その当時多分中学ぐらいになったのかな、この衝撃ですよね。それだけ練り込まれた物語を3部作の中で完結させる。30秒。それをやったゲームっていうのをこの世であれが初めてだったんではないかなと。ファイナルファンタジーっていうのはある意味では一つ一つの物語のあれなんですよね。なんだけどドラゴンクエストっていうのは後ろでずっと背景がつながっているような物語、これに私は非常に感動と喜びをいつも思います。ありがとうございます。終了。これは俺勝ったでしょ3分でしょ。これね、足らないかもしんないね。足らないかもしんないね。足らないかもしんないね。FF、ファイナルファンタジーなんだけどね。俺なんで好きかっていうと、なんで優れてるのかって思うのかっていうとね、なんだろうな。まあドラクエもそうだけどロールプレイングゲームじゃないですか。 FF の場合はもちろん戦闘もあるんだけど、やっぱりお話重視っていうところが当時から小学生の頃ですかぐらいからやってますけど、その辺がまあ魅力になっていると思うし、自分もそこに惹かれたかな。本格的にねやっぱりのめり込んだのってやっぱスーファミの4からなんですけど、まあ当時小学生3年1分経過ぐらいだったかな。やっぱね難しいのよね、適当に。当時全然クリアはできなかったと思う。でもやっぱり面白いな、なんだこのかっこいい騎士はみたいなね、があって、それがやっぱり4、5、6、7、8、9、10、10から先はちょっとあんまりやってないんですけど、でも10作続いてるってねすごいことだと思うんですよ。それはやっぱり作品自体がいいから続いてるもんであって、今でもねいろいろ出てるじゃないですか。そういうものってやっぱりドラクエもそうだけど素敵だなって思うんですよ。だからこれからもずっとファイナルファンタジーはファイナルファンタジーであるし、これからも、どんな形になってもね、どんな新しくなってもどんどん作ってってほしいなっていうね。そのスクエア・エニックスですか。2分経過、頑張ってほしいよね。くしくもね FF を作ってたスクエアとドラクエを作ってたエニックスが数年前に合体してみたいな需要あったりするんだろうけど、やっぱねその日本におけるなんていうかな、二大巨頭としてロールプレイングゲームのね、切磋琢磨していってほしいなっていうのもあるけど、でも FF の方がいいんじゃねっていうのはやっぱり30秒あります。中でもね一番ハマったら俺は5かな。もう5のね、学校休んじゃってたもんね。何遍クリアしてもねまたやるのよ。でやるとめちゃくちゃ面白いよね。そういうスルメ感いいよね。というわけでみんなもムーバーろうぜ。終了。はい、そういうわけで難しかったね。なんだろうね、どっちもいいからね、各チームでね、尊敬はありますから。居酒屋とかだったらずっと話してるよ。話せる。同世代ぐらいのやつ。ただ俺は今回は割と勝ったと思います。なんでかっていうと、お前ロールプレイングの良さをただ語った感じがするんですよね。ファイナルファンタジーに深く入ってないイメージがあるんです。私そこは結構語れたんじゃないかなっていうふうには思う。これちょっと見た方はコメント欄とかね。そうね。でぜひどちらも素晴らしいです。どちらもこれで大前提です。ですけどこの2人の話の中でどっちがグッときましたかっていう感じが出ればいいなと思っております。まあね、皆さんね、好きな方やったらいい。いいです。てか両方やった方がいいぐらいの感動の物語ですよね。ちょっとまたゲームをやってみたくなりましたね。そんなわけで今回するインディーズワードホッケのことでございました。ありがとうございます。ありがとうございました。スーファミ時代めっちゃ面白かったんだよね、FF ね。プレステになってからやったけど、まあ10までしかやってんしな。
まあでもさ、どっちがあれとかじゃなくてみんな好きなのやんなよ。ぷいぷい。